皆さんこんにちは、小かきこです。今日はこのコーナートゥーコーナーという編み方をご紹介したいと思います。この編み方ちょっとユニークで、ブロックを編み重ねていく感じになります。最初の1段目がこのブロック1個、2段目がこことここ、2つ、3段目が1、2、3と階段のようにブロックをどんどん増やしていく編み方になります。編み方自体は鎖編み3目と長編み3目なので、途中で何目編んだか分かんなくなりにくく、何かをやりながら編むのにもとっても適していて簡単なので、ぜひ初心者の方にもトライしてもらえたらなと思っています。では編んでいきましょう。はい、では編んでいきたいと思います。よいしょ。今回は家にあった適当な毛糸と 4.5mm の日本でいう7号か8号ぐらいですかねの針で編んでいきたいと思います。まず作り目をして、そこに針を通して、で鎖編みを6目編みます。1、2、3。この時まず3目でこれを押さえとくとその後編みやすいです。3目編んだら3目目を押さえて4、5、6で、こっから長編みを編むんですけど、この糸端から1、2、3番目、針から1、2、見にくいですかね、1、2、3、4番目、ここに入れるんですけど、この時鎖の裏山を取ってもらっても何でもお好きな取り方でいいんですけど、私は簡単にこの鎖の表の片方の半分のこの1本だけを取って今回は編んでいきたいと思います。針をかけて糸を引っ掛けて2本引き抜いて、もう1回引っ掛けて2本引き抜く。この長編みをあとこことここ2目編み入れます。はい、これで1段、ごめんなさい。よいしょ。1段目が完成です。分かりやすいかなと思う。どうしちゃった。分かりやすいかなと思ったので、ステッカーをここで1段目の表はここだぞってことで貼っておきたいと思います。そしたら2段目、段を増やしていくときはいつも、段の始めは鎖6目から始まります。1、2、3、4、5、3で押さえておくの忘れちゃった。1、2、3、ここですね。4、5、6。そうしたら長編みです。長編みを3目編み入れます。3。そしたらさっきの、1段目にくっつけるんですけど、この時、1段目は裏返しをします。タランと裏を返して、そうするとこのこうあった部分をこう返して、こっちは横にするんですね。そうするとここに鎖編みと長編み、1段目の目は横向きになる、2段目は今縦を向いてるんですけど、1段目は横になるはずなので、そうしたらこの鎖編みと長編みのここの穴に引き抜き編みをします。そうしたら鎖編みを3目編んで、2、3で長編みを3目編みます。1、3、あれまだ2目しか編んでないですね。
い、3目鎖編みがの3目の1列と長編みが123個で、これで2段目が完成です。そうしたら3段目はまた裏返します。そしたらステッカーの面が出てくると思うので、これからは奇数の段の時はこのステッカーが見えてるはずです。偶数の段は裏を編むので、これがない方の面になるはずです。なので、段の立ち上がりは増やす時は、鎖を6目1、2、3、4、5、5、6で、ここから長編みを3目1、2、叩いちゃった、ごめんなさい。3、そうしたらば、これは3段目だから星が見える面ですね。そして鎖と長編みのこの間に入れて引き抜き編み、その後鎖が1、2、3で長編み1、3で、隣のブロックの上に引き抜き編み、鎖を1、2、3、長編みを1、2、3、はい、3段目ができました。ここでうすうす気づかれる方もいるかと思うんですけど、幅を増やしていくときは段の数とこの四角の数が比例します。なので1段目はブロックが1個、2段目は2個、3段目は3個、次の4段目は1、2、3、4と4個になります。なので4段目は偶数なのでステッカーがない方の面にして、まず立ち上がり鎖を6目1、2、3、ここで押さえといて4、5、6で長編みを3目編みます。そしたらくっつけるんですけど、4段目だからシールのないのここですね、ここになります。こうつけて、この上鎖と長編みの間に引き抜き編みをして、あとはいつもの四角の編み方、鎖が3、長編みが3を繰り返します。あと3編めたら、次のここに引き抜き編みで1、2、3、1、2、3、そしてこの上のここですね、ここに引き抜き編みをして、鎖が1、2、3の長編みを1、2、
はい、4段目が終了しました。こんな感じで、これでどんどんお好きなサイズまでボワーっと編み広げていっていただいたらいいんですけど、今回はここでもうこの同じ半分正方形になるように閉じていきたいと思います。同じようにひっくり返して5段目ですね。偶数じゃない、奇数なのでステッカーが見える面で、引き抜き編み、編み広げていく時はずっと鎖6目から、段の始めは鎖6目で始まってたんですけど、段を閉じる時は、引き抜き編みから始まります。引き抜き編みは3目でも4目でもどちらでもいいかなと思って、本当は4目の方が正しいのかもしれないんですけど、私はちょっとここで編むのは近すぎてモコってなっちゃうかなと思うので、この最初の目は飛ばして、こことこことこの穴の3目でいきたいと思います。4目でももちろん構いません。ここに最初入れて、1、2、でここに穴に入れて3で、ここから普通に、鎖3、6ではなくて3で長編みも3します。3目編みます。2、3、1、2、3。そしたら次のところも引き抜き編みをまずして、そこから、鎖編みを3、長編みを3目編みます。1、2、3で、ここの穴に入れて、1、2、3、そしたらここの上もこの上に引き抜き編みをしておしまいです。はい、これで5段目が編めました。なのでひっくり返します。ステッカーがない方の6段目に行きます。そうしたら、引き抜き編みを、3目、4目でももちろん結構です。で、鎖編みを3目、長編みを3目、で、隣の頭に引き抜き編みをして鎖を3目、長編みを1、2、2、3。そしたらば、ここに引き抜き編みをして、でまた引き抜き5、6、7段目ですね。ごめんなさい、またカメラ叩いちゃった。7段目奇数段なのでシールがある面で、で最後1、2、3、長編みも1、2、3で、この上に引き抜いて完成です。
そしたら糸の端っこを切ってでビーッと引っ張って、あとは糸の端っこを処理して適当にこう網入れていただいて切ってもらったら出来上がりです。はい、以上がコーナートゥーコーナーの編み方のご説明でした。今回はもう基本的なバージョンとして1色のものですごい小さな簡単な四角を編んだんですけど、この編み方の何といっても一番の特徴はこう下から右左と編み進めていくのではなく、こう角からブーッと編んでいくので、特に色を変えたりすると分かりますかね、斜めにグラデーションが出てとっても可愛いんじゃないかなと思います。また、四角でどんどん編み進めていくので、なんだっけ、ピクセルアートっていうんですかね、クロスステッチみたいにこの四角ごとに色を変えてって絵を作って作品を作る。例えばブランケットとか大きいものとかが多いかなと思うんですけど、色を変えてって作品を作ってる方もいっぱいいるので、それを見ててもすごいなと思ったりしています。もしよろしければ高評価ボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いします。またコメントなんかももらえるととっても嬉しいです。ではありがとうございました。バイバイ。